はじめまして、東京真中です。人知れぬ夜を音楽にっていうのをコンセプトに2024年5月デビューしました。作家としての実績はこんな感じです。この講座では東京真中が楽曲制作をする際に意識していることっていうのを実践を通してお伝えしながら一曲を完成してみようじゃないかみたいな内容になっております。その根底にはいい曲を作ったのに聴いてもらえない、受けを狙ったけど思ったほど広がらない、そんな悩みをずっと私も抱えていたんですよね。ひたすら考えながら活動し始めていろいろ見えてきたことがあったんですね。その内容をこの講座で細かく実践を通してお伝えしていく予定なんですけども、先に結果をお話ししておくと、重要なのは多くの人に届けるためのポピュラリティを何度も聞きたくなる、他にはない自分だけのオリジナリティ、この2つのバランスがすごい大事だということに気がつきました。東京真中流なんですけども、基本的にこのポピュラリティっていう部分を担うものが作曲、作詞、オリジナリティっていう部分は編曲で出していこうじゃないかっていうのが東京真中流の音楽制作っていう感じですかね。キャッチーな歌メロの作り方から今時の楽曲の展開、楽曲構成なんかを説明していけたらと思います。作詞は印象に残る歌詞の作り方からシンセサイザー V2 を使ったボーカルの調整方法をお伝えしていこうと思います。ちょっとだけ休憩で割れたら負けないわ。セクション4編曲編に入ります。ようやく東京真中の真髄みたいなものが多分こっから見れるんじゃないかなと思います。これは前回までで作ったボーカルのトラックをただ単に読み込んだだけのものになります。一回聞いてみましょうか。こういう感じなんですね。その他にリードボーカルのオクターブの書き方って人によって変わると思うんですけど、私は数字の8に V で、オクターブ上の時は A、下の時は B っていう風に使い分けてます。オクターブそのまま上のトラックっていう上のやつを追加したのと、あとこのハーモっていうのが、ハモリですね。この辺を足したりとか、コーラスのオクターブ上とオクターブ下ですね。合わせて聞くと、こんな感じですね。この辺のトラックをそのままパッと追加してきましたと。ボーカル以外は作曲編で作ったやつそのままでございます。今回の講座でやるのはこのベースですね。ベースを今結構適当にバーっと配置してるだけなんですけども、これをもうちょっと作り込んで楽曲っぽくしていきます。リズムは割とできてるんで、ベースを先に作っていこうかなと思います。で、今回完成させたものがこちらになります。一回聞いてみましょう。ベースのパターンがちょっと変わって聞こえますよね。ちょっとだけ休憩で割れたら負けないわ。結構パターンが変わってますよね。前回までのを聞いてみると、ソロで聞いてみましょうか。わかりやすく。タタタツタツタタタタっていうのが
作り込むと結構パターン変わってきますよね。これの考え方、作り方を今回はがっつり説明していこうと思います。ベースがもう1トラック増えてんじゃんって思うかもしれないんですけども、これは上のベースはセンターから鳴らしてる、真ん中から鳴らしてるんですけども、下のベースはベースアンダーバーサイドって書いてあるように、サンプルディレイで出てくるタイミングを遅らせて、外側だけから聞こえるようにしてます。真ん中からは鳴らずにね。で、合わせてこういう風に強いサウンドにしてるっていう感じですね。これの作り方も今回お話ししていけたらと思います。では、作曲編で作ったベースをパターンを変えていくところから始めましょう。こういう時は割とリズムとベースだけで考えて、コード進行は一旦ミュートにしとくというか、これパターンは結構リファレンス曲とかいくつか上げて、このベースパターンかっこいいなーっていうのを一回当てはめてアレンジしていくっていうことが結構あります。ただ、まず最初にオクターブ上を入れてあげることによって、抑揚をつけるっていうことを結構私はやります。私は割とこのリズムとベースで跳ね感を作ってシンプルだけど複雑に感じさせる曲っていうのは割と好きなので、そういうやり方を今回やろうと思います。オクターブ上にしてあげたりとかすると、2個連続のところはオクターブ上げるとかやってあげると抑揚がつくんじゃないですかね。これがオクターブ上がってないパターンも渋いんですけど、オクターブ上がってないと、オクターブ上がってると、こっちの方がノリ感が出ますよね。で、大体この曲はループなので、全部コピーしちゃいます。すごい手抜きに感じられますから。やっぱこういう風にベースを作り込むとすごいノリ感が出ますね。ループなんですけども、リズムがちょっと変わるので、聴いてて飽きないですね。むしろリピートされてるとそれが脳内で繰り返されて気持ちよくなるというか、トリップするような感じになると思います。でそのままやるとどっちも真ん中から出ちゃってるんで、音が、広がりはないですね。なんですけども、このディレイの中にサンプルディレイっていうのがあるんで、モノラルなのをステレオにして、右と左でタイミングをずらしてあげることによって L、R で振った感じに外から聞こえるようになります。ロジックだと大体私は400から800の間で調整することが多いです。この400から800があんまり遅れて聞こえずに、かつ左右に広がる感じに聞こえるっていう。この数値が上がることによってどんな感じになるか聞いてみましょうか。わかりますか？左だけすごい遅れて聞こえるっていう。で、だんだん近づけると、こう真ん中からだけじゃなくて、右、左、バラバラに聞こえる。かつ、右も若干ずらしてるのは、真ん中よりも100サンプルちょっと遅れた方が、もうちょっと真ん中と分離が良くなるかなって。右と真ん中が同じだと、どうしてもパキッと分かれないんで、若干遅らせてます、右も。で、右よりももうちょっと遅くすることによって、右と左もちゃんと分かれるようにしてます。で、なんで500と100かっていうと、100プラス400右と違うっていうので、こういう値にしています。一回このオートメーションページでじっくり見てみましょうか。これだんだん消えていく感じでしたね。多分サビ前半ではサイドからのベースを結構大きく聴かせたかったんで、ちょっと大きめなんですけど、サビ後半は、他の楽器もいっぱい入ってくるんで、サイドのベースだけ若干ボリュームを下げてますね。あとは、ラストサビに入る前のダラダラって
っていうところだけめちゃくちゃ大きくしてますね。みたいな。このオートメーションがないと、やっぱちょっと迫力が足りないなと思って、もっと大きくすると、ボリュームを大きくすることによってすごい手前に来た感じが出たりしますよね。こういうオートメーションも若干気にしつつ作っていくのが良いのかなと思います。歌メロに沿ったベースラインを作るっていうことで、こんな感じにしてみました。次回はこれに FX とか SE って呼ばれる効果音とかをつけて、もうちょっとリズムパターンを豪華にしていきたいと思います。お疲れ様でした。